今回の産業まとめ。不発に終わったと言える米韓2+2。中国や非核化への言及もなし。クアッドプラス？そもそも議論すらなし。日米の2+2協議に続いて韓国でも米韓2+2協議が行われ、日本との大きな違いを中国メディアは称賛しています。日米2+2では共同文書で中国を名指しで批判。海警法や尖閣問題、香港と新疆ウイグルへの人権状況といった問題も取り上げました。一方で米韓2+2では中国については触れず、米国としては対中包囲網の協力相手として韓国を数えられないことになりました。韓国側としては、安全保障面で米国に強く依存する一方で、経済面では中国に強く依存するため、どちらかに偏ることができないことを示したことになります。韓国は米韓両国の経済回復、新型コロナウイルス対応、朝鮮半島問題といった中国以外の内容を取り上げました。しかしここでも違いが鮮明となります。日米の共同文書には北朝鮮の完全な非核化が強調されましたが、米韓の文書から非核化の文字は外されたようです。また、自由で解放されたインド太平洋という言葉を中国に配慮したからか、米韓の共同文書には現れませんでした。こうした流れを受けてからか、現在のクアッド4カ国に韓国、ベトナム、ニュージーランドを加えたクアッドプラスへの参加についての言及はなかったとされています。米国としては、中国への配慮を色濃く見せた韓国に合わせた形となったことで、大きな失望を感じているものと思われます。編集所感。今回の概要。対中国にやる気のない韓国。経済利益だけを優先させた。遠目に見て中国寄りかな。とにかく日米と米韓の間で共同文書の内容が鮮明に分かれる結果となりました。米国はアラスカで行われた米中会談からも分かるように、中国に対して強力に対抗しようという姿勢をあらわにしています。中国もそれに応じるように、米国の姿勢を厳しく非難しています。日本も韓国もその両国に挟まれ、大きく依存している立場です。私は今回の日本政府の中国に対する牽制は評価します。こんなもの最低限です。言うべきことは言うべきです。しかし韓国は狭い意味での韓国の利益に集中してしまいました。成長を続ける中国にあやかりたいというわけです。ムン・ジェイン大統領が元人権派弁護士というところは突っ込まないでおきますが、韓国政府は香港やウイグルの問題は中国の内政問題としているのでしょう。それを大っぴらには言いませんが、一切触れず、黙認しているのであれば同じことです。香港の民主化活動家たちは、韓国を民主化運動の先輩としてある種尊敬の念を持っていましたが、今となっては大きく失望していることでしょう。そういう国でありながら中国に懸念を示さないっていうのもどうかと思います。まあ、それはあくまで経済的利益を最優先とする方針のためです。人というのは生命や生活が満たされたらより高次元な欲求が生まれると言われていますが、まだお金が第一ですか。経済が相変わらず振るわないのでそういう考えに陥るのもわかりますけど、日本だって中国への経済依存は大きいので、中国に配慮せねばという声もある中での決断だったと思います。北朝鮮に対しても同様で、対話を続けたいとしているムン・ジェイン政権としては、米国側に立っていると明確に示したくなかったのでしょう。ある意味北朝鮮に韓国のメッセージは伝わったかもしれませんね。でも、これでいいのかな？米韓合同軍事演習で南北関係も悪化したかのように思えますが、これは毎年恒例の建前的なものだと思っています。北朝鮮も国内向けに姿勢を見せなければなりませんので、今年は抗議しなくていいやとはならないわけです。米韓関係がこのような感じで足並みが揃わず、結局米国が韓国に歩み寄るという、米国としては納得のいかないものになったことでしょう。クアッドに関する話題が韓国国内でも注目を浴びていましたが、こういう状況なのでお話にならないと米国側が議題を持ち出さなかったのでしょう。中国への対抗意思を公に示さない国に話しても無駄だし、参加する意味もない。現在の4カ国プラス3カ国という構想でしたが、韓国は抜きになりますね。もっともムン・ジェイン大統領の任期が終了し、
中道または右派政権が誕生すれば米国は再びこの話を持ちかけるでしょう。まあ、米韓関係はまた白紙からやり直しということになるかと思います。米国政府はそれを望んでいるでしょう。とにかく、米国側は今回韓国に大きく失望したことでしょう。ある程度予測はしていたと思いますけど。韓国は米中間でバランスを取ったということになりますが、ちょっと主軸が中国に傾いているような印象を受けます。経済を理由に中国に配慮し、米国は対北朝鮮の安保パートナーとしか見ていないわけですから。今年に入ってサードアップグレードを継続して行うことになっていて、この点については米国の意向に従っていると言えます。一方中国はこうした動きに懸念を示しているので、今回の有り余る配慮はそのお返しという位置づけなのかもしれません。韓国の保守系メディアは米国べったりなので、クアッドに参加しろだとか、クアッドは第2のサードだとか騒いでいます。ちょっと笑える。クアッドってインドとかの？そう、日米とオーストラリア、インドの4カ国による非公式軍事同盟ということになってる。知ってるよ。一応確認。韓国は参加しないんだね。結果としてお声もかからなかったし、声がかかっても現政権は拒否してただろうね。中国が怖いから？端的に言えばそうだね。怖いから。最近ずっと喧嘩してるんだからもういいじゃんね。それは政府レベルではないからね。ネットでお互いが騒いでるだけで国家間の問題になってないんだよ。そうなんだ。さっき言ってたけど韓国はお金の問題なの？そうだね。今のところまだ禁韓令が完全解除になっていないから、まずはそれを目指しているんだと思うね。あのドラマとか NG っていうあれね。そうそう。ドラマだけじゃなくて化粧品とか旅行とか色々制限があるんだよ。あれ？前にオーストラリアの話してなかったっけ？石炭か何か。そう。オーストラリアは石炭やワインなど色々止められてるよ。でもオーストラリアはそれに参加してるんだね。オーストラリアはそもそも米国寄りだからね。それとか最近の反中にも色々あるんだよ。新型コロナウイルスの件も絡んでるし。でもしょうがないよね。韓国は入らないって言うんだから。まあね。脅して無理やり入ってもらっても意味ないからね。自主性に任せたけどがっかりってところじゃない？米国としては。アメリカ寄りって言われるのもちょっとあれだけど、中国寄りよりはマシかな。日本人は大半がそう思ってるだろうね。中国寄りの人もたくさんいるけど。いるんだ。いるよ。その多くは経済的な関係がある人だろうけどね。まあ、仕事だから仕方ないよね。ひょっとしたら韓国の経済界は、日韓関係に失望して中国に傾くしかないのかもしれないね。ああ、なんか難しくなってきた。白雪さんがおかしくなったら困るからこの辺にしておこうか。ありがとう。助かります。総務省、LINE 使用中止ってニュースが出てたよ。ああ、じゃあ代わりに何使うんだろうね。カカオとかバイバー？何それ？カカオとバイバー？カカオは韓国だけで流行ってるメッセージングアプリ、バイバーは楽天の。うわ、全然聞いたことない。他にないの？Facebook の WhatsApp かロシア人が作った Telegram か安全性の評価が高いシグナルか。WhatsApp は外人が使ってるのでしょ？あとは知らないのばっかり。それでね、LINE グループってあるでしょ？グループチャットのこと？そうそう。招待されたら入れるやつ。あれ、招待されたからって迂闊にグループに入ると憂鬱な日々を送る羽目になるんだよ。今回の騒ぎと関係ある？関係ない。前に中学の同窓会があってね、その後その LINE グループが出来上がって招待されたから入ったの。20人くらいだったかな。へえ、私同窓会の案内来ないけど、やってるのかな？きっとやってるよ。でね、最初は懐かしい同級生たちと会話するの楽しかったんだよね。私そういうの全くないかな。オタクで友達いなかったからでしょ？うるさいな。でもね、毎朝誰かのおはようから始まって、今日はいい天気だね、とか、仕事終わったとか、
ビール飲んでるとか毎日メッセージが入るの。はあ、朝から晩までどうでもいい会話を見ているうちにだんだんストレスになったよ。私なんかスマホをサイレントモードにしてるから電話も気づかないよ。家の電話にかけてくれればいいのに。さすが社会人だね。もちろんそのグループからの通知はオフにしてたよ。でも LINE 開くたびに未読100とか数字が見えるじゃん？あ、私基本的にスマホでメッセージングアプリ開かないんだ。見るとうんざりするから。ちょっと、話の骨折らない。腰ね、腰。それでね、面倒だからある日こっそり退会したの。お疲れ様。でもグループ LINE 上には、白雪さんが退会しましたってバッチリ出てたみたいで。どうしたの？何かあったの？ってこれまたいっぱい LINE が来てストレスだった。白雪さんってそういう集まり好きじゃないよね。うん。実はそうなの。昔は仲良しだった同級生たちとはもう違う道を歩いてるんだよね。私だけかな。地元にいないからじゃない？そう。その壁は感じる。